皆さんこんにちは。ナビゲーターの有後藤です。空前の大相撲ブームが巻き起こった時代があったことをご存知でしょうか。1991年、高花田が夏場所初日に横綱千代の富士を下して初金星を挙げ、若花田が11月場所に新小結に昇進。若隆ブームが始まります。テレビ中継の瞬間視聴率は66.7% という驚異の記録を叩き出しました。この時期が大相撲黄金時代の最盛期と言われています。そこで今回は大相撲年代史の前編動画として昭和に一時代を築いていった力士たちを時系列順にご案内していきます。1932年1月6日、32人の力士たちが大日本相撲協会に対して体質改善を要求するストライキに入り、交渉決裂に終わる春秋園事件が起きました。その他にも野球賭博や八百長問題があり、組織の存亡さえ危ぶまれる大相撲の危機に、このどん底から力士たちが黄金時代と呼ばれる時代を築き上げ、そして現代へと受け継がれていきます。いざどん底から黄金期を築き上げてきた熱き力士たちの世界へ。昭和初期、横綱双葉山、相撲の神様。前頭2枚目から横綱まで69連勝という前人未到の連勝記録を持つ。昭和以降、大関時代の成績がなんと無敗。かつ、大関を最短所要場所数で通過するという誰もが認める強さを誇っていた。また、強さだけでなく土俵態度も素晴らしく、今日まで力士たちの模範とされている。双葉山の69連勝は、1936年1月場所の6日目に常勝将軍と言われていた玉錦に負けた翌日から始まり、1939年1月場所の3日目までの約3年間も続きました。そして迎えた運命の4日目。いよいよ第4日目、双葉山によって70連勝なるか、新鋭秋の海どこまで食い下がるか。満場の熱狂はここに絶頂に達しました。両力士立ち上がりや俄然大鉄板を揺るがす大熱戦となる。秋の海必死の外掛け見事決まって堂々双葉を倒し、かつて前人未到無敵を誇った双葉の王座はついに崩壊いたしました。相撲の神様と呼ばれていた双葉山にはあまりにも大きなハンディキャップがあった。一つは右目の失明である。5歳の時、友達といたずらごっこをしている時、約1年間治療を受けたが治らず、ずっと失明に近い状態であったとされている。また11歳の時、父の手伝いで船に乗り、ロープをウィンチで巻いていて、小指の先を挟んで潰してしまった。相撲の取り組みで回しを取るときには小指から入れるようでかなりのハンディがあった。1938年1月場所千秋楽結びの一番、横綱玉錦との取り組みです。戦後復興期。終戦後、仮設の会場で相撲を取っていた力士たちは皆、いつか国技館を満員にするという強い意志で熱戦を展開しました。そして、テレビ中継が始まります。横綱羽黒山。2度のアキレス腱断裂がなければ、双葉山に遜色のない記録を残していた。また、
双葉山がいなければ一時代を築いていたとも言われる終戦直後の角界を支えてきた横綱。1952年1月場所、アキレス腱断裂後、全勝優勝をかけての横綱千代の山との取り組みです。東の横綱羽黒山14戦全勝、西からは張り出し横綱千代の山13勝1敗。この一番に勝って決定戦に持ち込みたい千代の山。入念な睨み合い、立ち上がりました。血を突っ張りました。血を喉を攻めた。喉を押します。羽黒山応戦、羽黒応戦。千代の山突っ張った。右を除いた羽黒山、右を除いた羽黒山。羽黒を押します。また離れた。血を突っ張った。千代の山突っ張った。血を喉を押しだ。当てがっている羽黒山。左から当てがっている羽黒山。羽黒を押します。強引に押します。左が入った。羽黒山寄ります。羽黒寄ります。羽黒下にして投げ。左下手投げ。羽黒山優勝。全勝優勝。4回目の全勝優勝。横綱照国。双葉山の横綱昇進以降3勝2敗で唯一双葉山に勝ち越した力士。また15日解禁して10勝未満で終わった場所が一度もない安定した強さを誇っていた。1942年5月場所14日目、大関照国と双葉山の初取り組みになります。西の大関照国、虎腹堂々、大手から攻め立て正々の陣を張る照国であります。東の横綱双葉山、いかなる強敵といえどもまともに引きつけて控えをつかむや猛然進む双葉山であります。栃若時代。横綱栃錦、そして横綱若乃花。両雄の対戦は1951年5月場所から1960年3月場所の40場所間で34回実現された。栃若の対戦となれば水入りは当たり前。激しい技の打ち合いとしのぎ合いの連続は観衆だけでなく、当時日本に登場したばかりのテレビを通じて全国の相撲ファンを熱狂させた。横綱栃錦、技の展覧会と評価されるほどの卓越された技師で5場所連続技能賞を受賞するなど、技能賞は栃錦のためにあるとまで言われていた。その技の一つに上手出し投げが絶品だった。1951年5月場所、初顔合わせにて全国の大相撲ファンを熱狂させた一番です。28年春場所、この一番は昭和の相撲史に残る名勝負と言われ、ここから栃若時代が幕を開ける。少し若乃花、時間はいっぱい。合わさる行司玉之助、軍配を返しました。さあ立った若、左が入った若寄った、栃に広した巻き替えた、右が入った流通になった、少し頭をつけて食いたがる。今度は離れた、差し倒れそうになった、激しい差し倒れた、若はたいた、右からはたいた、残った右が乗いた若乃花、また離れました。ものすごい差し争いだ。頭をつけようとする、顎を引いている栃錦、若右から相手の左の貝のを抱えました。若絞った、若乃花絞りました。栃錦頭をつけて食いたがった、出し投げ乗った、栃寄った、栃の出し投げ残った、栃錦釣り寄りだ、栃錦釣り寄り残った、若左から投げようとするのは回しが切れた、回しが切れました。栃錦頭をつけてもっといが切れた、栃錦のもっといが切れた、栃寄った、なおもやった、白間さ寄った、若残った、逃げ回り込んだ、大相撲を出す、若上手を取りました。左の手も引きました。胸が合いました。左四つがっぷり胸が合いました。動きが止まりました。ようやく両力士の動きが止まりました。左足を前に右足を後ろに引いている両力士、正面を背にした栃錦、向こう正面を背にした若乃花、水が入りました。ついに水が入りました。曲げを応急処置の栃錦、さあ勝負再開です。左四つ、左下手、右上手を引いている土俵中央だ。栃錦、まわしを引きつけます。上手投げ残った、外掛け、栃錦の勝ちであります。土俵の真ん中、左外掛け、栃錦の勝ちであります。続きまして1960年3月場所、当時相撲史始まって以来の世紀の決戦と言われた
史上初となる横綱同士による千秋楽全勝対決の一番です。かくていよいよ全国相撲ファン熱狂のうちに相撲史始まって以来という栃木式若乃花14日間全勝両横綱決戦の時が来たのであります。さあ決戦、ドンと当たった。左が入りました。左四つがっぷり四つに渡り合いました。前に私たちの回しを十分に引き合いました。土俵中央五分というずらに左四つの大相撲になりました。両者決戦であります。若乃花やりました。後逆に繰り返した。東の土俵際から土俵中央に戻りました。両者の決戦、またも左がっぷり四つに渡り合いました。若乃花やや逆足でやります。栃錦左足を十分に前に出しております。内掛け残った。栃錦左の内掛け残りました。若乃花足を外して残しました。万丈手に汗握っております。前に相手の手形を待っている若乃花、右から上手投げを打ちましたが残った。両者ほとんど動かず、わずかに左に動いた。栃木勝負手、相手の上手を切りに行った若乃花、乗り出し白手やった。ぐーいっと寄り切りました若乃花。若乃花幹事、土俵の鬼と呼ばれた気迫あふれる横綱。古来から日本のことわざには、重欲豪を制す、小欲大を制すという格言があります。そして、若乃花にはこれらの言葉を体現する武器がありました。豪快無比の大技、呼び戻しです。相撲だ。呼び戻し頭から突っ込んだ二錦。一名仏壇返しの荒技、またも出ました。若乃花大技。白鵬時代、巨人、大鵬、卵焼き。第二次世界大戦後、大衆に人気のあるものの代名詞として流行語にまでなった高度成長期。左前回し、右をつけて一気に前に出る。男っぽい、豪快な速攻相撲が売りで、若乃花さえも正面からその勢いを止められなかったほどのパワーの横綱、柏戸。一方、誰にも真似することのできない、型のない相撲で、深い懐で相手の攻撃を受け止めてから千差万別にさばいていき、幕内優勝回数32回、45連勝の記録を築き上げた横綱、大鵬。5の柏戸と10の大鵬が激戦を繰り広げ合った白鵬時代。1960年1月場所から1969年5月場所の58場所間に37回実現し、千秋楽結びの一番の対戦は史上3位の21回。千秋楽両者優勝圏内の対戦は5回ありました。1961年9月場所、大関、柏戸、大鵬、そして平幕の明武谷による優勝決定三つどもえ戦が行われました。さあいよいよ白鵬の決戦、両者の優勝と横綱をかけた運命の決戦であります。当たった、右に入った、右四つ離れた、左の土間、柏戸の構成、残った柏戸もろ出し、柏戸寄った、柏戸ゲイと釣り上げた、正面残った人にうっちゃり、うっちゃって大鵬の勝ち、うっちゃり大鵬の勝ち。1960年1月場所から1961年の7月場所まで、両雄は9回対戦し、大鵬は3勝6敗の成績でした。打倒柏戸を目標に大鵬は稽古に励み、この10日目となる取り組みを制したことで、ここから大鵬の歴史に刻む快進撃が始まっていきます。1963年9月場所、千秋楽全勝対決。病気と怪我により4場所休場していた柏戸が再起をかけて挑みます。
千秋楽結びの一番、立行司木村庄之助の軍配返りました。右が入りました。右を変えました。ずっといった。大砲やった。橋本ニュースかぶんだ正面にずっといった。寄り切りました。寄り切って橋本初めて全勝優勝になりました。柏戸は病気と怪我を克服し、横綱昇進後初めて優勝を手にしました。これ以上ない復活劇に日本中が感動しました。北玉時代。大鵬の一人横綱となった1969年後半から頭角を現し始めた二人の大関がいた。1969年9月場所で玉の海、旧玉の島が優勝すると、翌11月場所では北の富士が16場所ぶりに2回目の優勝を果たし、両雄は1970年1月場所に優勝と横綱をかけて挑んだ。北玉時代の幕開けである。今年の大相撲初場所は大鵬が病気で欠場したため、横綱が一人もいない珍しい場所になりました。しかし北の富士玉の島の両大関が快調に白星を重ね、千秋楽結びの一番の両大関の対戦に優勝がかけられ盛り上がりました。北の富士13勝1敗、玉の島12勝2敗です。北の富士上手が取れない。左四つだが上手投げ、出し投げ玉の島。玉の釣り残った。玉攻勢、玉必死の攻勢、横綱をかける玉。上手回しは一重回しの玉の島。ひねった残った。上手ひねり残った。背中玉の島、顔北の富士。左四つ、北の富士上手を取った。外掛け、北の富士の勝ち。やはり2番続けては勝てません。両者互角の力。3回目の優勝を飾りました北の富士。北の富士は2場所連続優勝で文句なしで横綱昇進を果たし、玉の海も大関時代の功績と1月場所で北の富士を破って優勝同点に持ち込んだことなどが認められ、同時横綱昇進を果たした。村はあるが、はまれば強いスピード相撲の北の富士。かち上げからの左四つ右上手を引いての速攻。前へ出ながらの投げや外掛けといった鮮やかな相撲で横綱としての責務を果たしていった。間もなく北玉時代から玉の海時代になる。周囲の期待は高まっていった。横綱昇進後の玉の海の相撲は安定感抜群の横綱相撲だった。反り腰の強さと右四つの完成度は双葉山の再来と言われ、強烈な引き付け、釣り身で持っていく迫力ある横綱相撲。横綱在10場所は130勝20敗という、昭和以降、双葉山に次ぐ 8.67 という高い勝率だった。27歳という若さで病気を悪化させてしまい、帰らぬ人となった。1971年9月場所千秋楽、ライバル北の富士と別れの一番です。左四つ、北の富士上手を取りました。まず北の富士は十分な組み手。長い相撲になりました。千秋楽結びの一番。好勢北の富士。玉の海の方はちょっと深いですね、上手。北の富士好勢、玉の海よく粘ります。北の富士は上手を切られました。深いところ、好勢玉の海、寄り切り、玉の海全勝優勝なる。凛子時代。
力士は走ると腰が軽くなると言われてきたが、輪島は逆に積極的にランニングを行い、稽古を練習と呼んだりしていた。また、学生力士は大成しない。下手投げを得意とする力士は大成しないと言われてきたジンクスを打ち破ってきた。相撲を取るために生まれてきた型破りの天才と呼ばれた横綱輪島。1977年3月場所で北の湖が後の二代目若乃花となる若三杉に勝利した瞬間、不満や抗議の意味で座布団が舞う異常事態が起きた。強い横綱が敗れて金星を提供した際に勝利した下位力士を称える意味で座布団が舞うことは多いが、横綱が勝って座布団が舞うというのは極めて異例なことだった。これ以降も5場所連続優勝を果たし、憎らしいほど強い横綱と言われるようになった横綱北の湖。型破りの天才横綱と憎らしいほど強い大横綱が築いた凛子時代。輪島は強い右手の引きから繰り出される左の下手投げを得意とし、またトレードマークの金色の回しをかけて、後に黄金の左と言われるようになりました。1974年7月場所、北の湖が横綱昇進をかけて横綱輪島に挑んだ一番です。果たして輪島の逆転優勝なるか、それとも北の湖優勝して横綱を手にすることができるか。時間いっぱいとなりました。睨み合います両力士。十分に腰を割った。さあ立ち上がりました。左が入りました。北の湖右の手をしました。輪島右手をつけました。輪島左から左をしました。高に右手をつけた。もろ出しになった輪島。輪島出ました。北の湖右から上手に落ちました。輪島残しました。輪島左から下手でさあ手投げ。輪島の勝ちであります。輪島優勝。輪島逆転優勝。北の湖は中腰で低い重心から勝ち上げるか、右上手を引いて相手を吹き飛ばすかのように土俵外へ出すのが代表的な取り口で、左四つより上手投げを得意としていました。1981年1月場所、凛子最後の対戦です。制限時間いっぱい、北の湖輪島。上手を引いた北の湖。輪島左下手十分です。さあこれから輪島どう出るか。右から絞るか。北の湖の上手投げ、残った残った。北の湖の上手投げ残りました。輪島絞るか。絞れない。絞れません。左半身。いつもは下手投げを打って右から絞る輪島ですが、まだその気配はありません。北の湖の下手は、北の海の下手はどうですか。取れていません。取れていません。北の海の上手投げ、上手投げ残った。北の海の勝ちです。1月場所の優勝は千秋楽に持ち越しとなりました。寄り切って北の湖の勝ち。北の湖、明日千代の富士と対戦します。明日千代の富士との一番に今場所の優勝をかけて戦うことになりました。北の湖、輪島を寄り切りました。千代の富士時代。1975年9月場所から1981年9月場所まで6年間にわたり、ほぼ全ての場所で優勝争いの中心にいた北の湖。1981年の夏巡業中に腰を痛めたことがきっかけで時代が動き出した。同年に関脇、大関、横綱の3つの地位で優勝するという史上初となる快挙を成し遂げ、ウルフフィーバーとまで言われた千代の富士時代が幕を開ける。1981年1月場所優勝決定戦。世代交代のきっかけとなった初優勝をかけての一番です。昭和56年初場所優勝をかけます。頭をつける千代の富士。出る北の湖。千代の富士優勝。14勝1敗。見事に
歴代3位となる幕内優勝回数31回。昭和以降、歴代3位の53連勝。そして、大相撲史上初となる前人未到の1000勝達成。昭和の大横綱と称される千代の富士ではあるが、これらの偉業を成し遂げるようになるまでには並々ならぬ努力があった。開花する前の幕下時代の千代の富士は力任せの強引な投げを得意としていた。肩関節の臼が一般の人の3分の2しかないことと、投げに頼った強引な相撲を取っていたことが原因で、10回を超える肩脱臼を繰り返していた。この脱臼と、力士としては小柄で軽量であったことが要因で成績が安定せず、幕下や十両陥落をしていた。ある日医師から、もし2ヶ月で治したいなら筋力トレーニングを行い、肩の周辺を筋肉で固めなさいとアドバイスを受け、トレーニングを開始した。毎日500回の腕立て伏せとウエイトトレーニングに励んだ。そのトレーニングの凄まじさのあまり、自宅の部屋の畳を4ヶ月に一度交換していたほどだった。後に抜群の出足と強い引きつけを生かし、前褌を取って一気による相撲を磨き、開花していった。大横綱への道を歩み始めた、開花する転機となった一番です。1980年3月場所10日目、横綱若乃花へ挑みます。食いついた千代の富士。千代の富士食いつきました。立ち投げ。寄りに。寄り切り。千代の富士の勝ち。若乃花敗れました。寄り切り千代の富士の勝ち。新横綱になった1981年9月場所の2日目で、ライバルと言われていた隆の里との取り組みで、場所前から痛めていた足を負傷してしまい、3日目から途中休場になるという横綱としてのピンチを迎えます。翌11月場所、怪我をしたまま出場。ピンチをチャンスに変えました。横綱の千代の富士、横綱になって初の賜杯を手にしたいところ。優勝決定の一番。朝日を押す。捕まえた。横綱出る。寄り倒して横綱千代の富士優勝です。横綱千代の富士優勝です。上手投げを打ちながら寄り倒しました千代の富士。千代の富士3回目の優勝を飾りました。おめでとうございます。どうも。先場所怪我のためにですね休場をしたその後の場所であるだけに、とりわけその優勝の実感というのが違うと思いますが、どうですか？嬉しいです。決定戦素晴らしい相撲でしたね。大相撲史上初となる1000勝という前人未到の偉業を成し遂げた千代の富士。1975年9月場所2日目、幕の内入りして初めて挙げた白星の一番と、1000勝目となった1990年3月場所7日目の一番です。千代の富士いい格好です。右からつく。夢の1000勝達成。
ついにやりました。45年の11月場所に1勝を挙げてから積み重ねた白星が一寸、見事に1000勝を記録しました。今花束が贈られております。大阪の若い女性から横綱千代の国夢の1000勝達成。皆さんお疲れ様でした。大相撲年代史前編の動画はここまでになります。今回の動画いかがでしたでしょうか。春秋園事件で窮地に立たされた大相撲、そこから双葉山が活躍していた昭和初期、羽黒山や照国が活躍していた戦後復興期、栃若時代、白鵬時代、北玉時代、凛子時代、そして千代の富士時代、昭和の黄金時代と主力となって活躍してきた力士たちをご紹介してきました。後編では若隆時代、朝青龍時代、白鵬時代をご紹介していきます。ぜひ後編もご視聴ください。それではまた。